こんにちは、話です。今回ですね、サイモン・シネックの、スピーチに対して解説したいと思っております。サイモン・シネックはテッドの中ですごく大人気な、ビデオなんですけども、この部分はなぜそんな人気なのか、このスピーチは何すごいなのかっていうところをですね、解説したいと思います。そしてですね、サイモン・シネックがよくできているところをやっぱり参考にして、自分のスピーチとプレゼンですね、盛り込んだ方がいいと思います。単純にですね、これいいなと思うだけではないですよ。彼すごくですね、いろんなところに工夫してるから、それ分かればですね、自分のスピーチに活かせるではないかと思います。じゃあ、早速いきましょう。はい。Things don't go as we assume. Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? ここ、早速ですね、質問2つですね、投げかってるんですね。で、これはとりあえず、これの問いに対して回答しますよと。でも、まず先にですね、上司に対して、なんだろうね、なんでそれがうまくできてるのか、なぜその期待以上にできてるのかって何かあるんです。それは何だろうっていうところですよね。これをとりあえずサイモン・セネックがこういう質問を最初に出すことで、皆さんが、これに対する回答が出るんですよね。For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition, and yet they're just a computer company. これもすごく面白いですね。なんで Apple がそんなにできてるのか。なんだろうね。で、これはもう一つ質問ですね。この質問何回も何回問いかけて、上司を考えさせるんです。すごくいいですよね。単純に、言うだけではなく、質問形式ですね。いいですね。They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? ここも面白いですね。まずですね、アップルが、普通の会社、普通の会社じゃないんですけど、でも、アップルとマーティン・ルーサー・キング、その2人、会社と活動家、共通点って何だろうというですね、聴取ですね。あれなんだろうな。共通点あるのいいですね。興味ですね。湧いてくる。And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight? And the Wright これも面白いですね。アップルがあって、またヌクキングですね。活動家があって、で、ライト兄弟ですね。発明家。その3つを並んで共通点があるんです。彼が言うわけなんです。なおかつですね、例を3つ並んですね。3つの法則がかなりこのスピーチに何回も何回も出てくるんです。なおかつですね、この3つの例がこのスピーチの中に結構あちこちにあるんです。なのでかなりですね、考えて工夫してですね、いろいろ考えるとすごいなって思いますね。brothers beat them to it. There's something else at play here. なんだろうっていう、結構、それぞれの例を出して、質問形式やってるので、なんだろう、なんだろう、なんだろうってですね、こういうような答えが欲しいっていう答えが欲しくなるような、最小のですね、の部分、導入の部分が、さすがだなっていうところですね。About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. さすがですね。いきなり答えを出す前に、やっぱりこういう答えが
かなりですね、私のなんか考え方書いてたんですよ。そんなにすごいのっていうですね、期待ですね、どんどん作ってるんですね。やっぱり彼がこういうアイデアどうしてもですね、売り込みたいっていうですね、皆さんがそれ欲しがあるんですね。そういうようなですね、気持ち作るのが上手ですね。As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way. 本当かっていうですね、なおかつ面白い。パターンがありますよ。パターンあるのっていうですね、そこをやっぱり知りたいわけですよね。同じパターンなんだってですね、これからですね、解説しないとですね、納得しないんですけど、いいですね。And it's the complete opposite to everyone else. 反対なの？どういうことなのと、普通考えるでしょうね。皆さんが、普通にやってる行動は何だろう。そして、その3人って何が違うんだろう。何ですね。考えさせるんですね。All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. ちょっと大げさかもしれないですけど、かなりシンプルだよって。そうすると、かなりシンプルっていうことは、みんながわかるような、結構わかりやすいよと。ですね。で、知りたいっていうですね、かなりですね、複雑だよって言って、じゃあ、多分理解できないかもってなるので、いかにもシンプルをアピールすることも大事ですよね。I call it the golden circle. 早速ですね、アイディアを話すときに、そういうアイディアのネーミングも大事です。ネーミングして、このレーブルですね、人間の脳がいろんな情報が付けられるので、何か発明したときに、何か新しいコンセプトを説明するときに、まず何かしらのネーミングが必要ですね。ゴールデンサークルが、わかりやすいですね。なおかつ、これサークル3つあるんですね。Why, how, what? これ、すごくいいですね。この why, how, what っていうところですね。なので、言葉として分かりやすいし、シェイプですね。その形も分かりやすいので、一目で、これはやっぱり簡単だなって理解できるかもっていう気持ち作るんです。これから細かく説明していくんですね。This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define. そこを、どうやってそれを本当に説明できるのって皆さんとは思ってるんです。なので、これからですね、定義も大事ですね。定義しないとですね、皆さんその解釈がバレバレになるかもしれませんけど、まずは定義しかりして、そして、何でその説明、できるのっていう多分出てきます。Define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. ここも大事ですね。この部分は、その how の部分は多分それぞれの人が多分いろんな解釈しちゃうので、なので、その独自のセールスプロセスとか、USP とか、そういったようなところを指してますよと。なので、ここは、しないと多分その、how の部分と what の部分は結構ごっちゃやりやすいですね。同じじゃないですね。そう違うよっつって。But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. ここも大事ね。これを抑えないといけない。てか、なぜの部分で言ってしまうと、普通ね、資本主義の中で会社は何のために運営してるのか、何のために経営してるのか、それは利益を得るんじゃない？でもそうになると、じゃあ何でもいいじゃないですか。この会社が、収益とかですね、利益を
追いかけるためにこういうような事業をやってます。でも、なぜその事業なのか、この会社の目的、この会社のミッションって何、そっちの方が大事だよっていうところは、サイモン先生が言うわけですね。この場合はそこの部分、その収益とか利益じゃないよと。しっかりですね、定義してます。That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? これも大事っていうところですね。人間が何を本当に大事しているのかっていうところは、お金より、お金はあくまで手段だから。じゃなくて、何を信じたいかですね。何のための目的っていうところ。これですね、すごく共感しやすいですね。Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? すごくこれもそうですね。存在意義のか、なぜ自分が起きているのか、なぜこれが大事なのかっていうところが密になるんですよ。結構この辺の密の法則ですね。何件も出てる。すごくですね、こういうポンポンポン出すですね、覚えやすいし、理解しやすいし、皆さん、なるほどっていうですね、なるです。Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicateこれも密ですよ。think, act, communicate ですね。いいですね。is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. なので、これは、一番最初に言ったように、その逆ですね。皆さんどっちか普段よりは、その終わったからなぜっていうところ。でも逆場所から Y から終わったですね。なるほど。Let me give you an example. これはとりあえずですね。理解しやすい人は、このコンセプトだけで分かったっていうところがあるんですけども、でもほとんどの人はなんか分かってるような気がするっていうところになるんで、それをちょっときちんとですね、分かるためにいろんな例を出すですね。I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. で、Apple が2回目で登場するんですね。最初の3つ例ですね。Apple、マーティン・ルーテー・キングとライト兄弟。これは Apple が登場しますと。いいですね。これきちんと考えてるんです。いきなり Apple じゃないですか。If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? ここは、どっちか言うとですね、What の部分と How の部分だけ。この Y の部分じゃなくて、がちょっとない。でも彼は、一応そのサイモン・セネックス言ってるのは皆さんがどっちか言うと、What と How の CM がよくあります。それは Apple の場合はその感じになります。Meh. And that's how most of us communicate. That's how most なので、それは自分も聞いたね。そうだね、と感じる。marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's そういうような感じで皆さんと同じような行動をしてるんでしょ、それはあまり効果的ではないんですよと。っていう彼が言ってます。なるほどねっていうですね。買い物したりとかですね、投与したりとかですね。そうですね。our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great. これもそうですね。アップルから出て、なおかつ弁護士の事務所と、それから車。なるほど、演じ例が、3つを出してるんですね。3つの法則を、もっと登場しますね。Gas mileage, it has, leather seats, buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. これが Think Different のやつですね。We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? なのでそういう分かりやすい
例を出すと、そうだよね。アップルが、その当時ですね。その当時の CM が、Think Different。それで大成功して、結構そのビジネス界ではよく取り上げた例なんで、それ聞いてる側が非常にわかりやすい。非常にわかりやすい例なんで、それすごくいいですね。ちゃんと長所を考えてる例ですね。Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people すごい面白い。もう、それはね、聴取がどう思うかっていうところを、もうとりあえず直接言う。それでね、パソコン買いたくなるんでしょって言って、聴取、そうだよねって。多分あまり深く考えね、そう思っちゃうんですけど、本当かどうかっていう別な話ですね。でも、これとりあえず彼が、皆さん説得したいっていうところを、とりあえずそう言っちゃうんですね。don't buy what you do, people buy why you do it. これが大事、こういうような言葉が何回も繰り返するんですね。People don't buy what you do, they buy why you do it. この what と why ですね。何回も繰り返す。これも大事。これがどうしても OK ですね。シャイムスのこの部分を皆さん覚えてほしい。何回も登場します。People don't buy what you do, they buy why you do it. 2回目で言ってる。This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, なので、さらにですね、コンピューターはもう置いてあるので、さらに製品を3つ出してるっていうところなんですね。で、やっぱりなんていうね、最初に、商品ありきにしまうと、他に商品で出してもうまくいけないよところからの例が出ていますね。Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. なんですね。すべての、競合者が同じことをできますよと。なんでこのアップルが他に会社に対してうまくですね、競争できるのかっていう、これが Y がしっかりできてるよっていうですね。In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat screen TVs. They're eminently qualified to make flat screen TVs. They've been making flat screen monitors for years. Nobody bought one. そう、ゲートウェイの例を出してました。ゲートウェイはもともとパソコンのメーカーですね。これでマイクロフォンの、切り替えですね。ずっとですね、皆さんご存知だと思いますけど、音声が非常に悪い。すごく雑音があったっていうところなんですけど、これからです。良くなる。とりあえず気にならない程度になります。で、サイモンのセネック、すごいところは、それを、さりげなくですね、取って、で、自分のスピーチを続いてるんですね。他に人ですね、こうやっちゃうとですね、少し迷うんです。And Dell came out with MP3 players and PDAs. これデル、これがもう一つですね、PC メーカーですね。デルは MP3 プレイヤー出してますよ。Apple と Gateway とデル、この3つ並んでいますね。And they make great quality products, and they can make perfectly well designed products. And nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? そう。皆さん、そうだよねってですね。コンピューター会社だからさ、MP3 買うのっていうところになるんです。でもですね、Apple 社から買いましたよねっていうですね。その iPod のやつはそういう MP3 プレイヤーだったんだけど、やっぱりそういう Apple が Y ですね。Y で始めてから皆さんそれをのけて MP3 プレイヤー買ったのよっていうところを彼が、こういうような事例を使って、説得しようと思っていますね。いいですね。But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. これも3回目ですね。これ何回も出てきます。すごいですね。本当にですね、このスピーチの中で、もうここで5分44秒でね、適度にいいメッセージを繰り返してるんです。
The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. で、ここはやっぱりそのゴールが buy not what you have。まあ、それまでその自分も提供しているものを買うじゃなくて、同じ信じること同士ですね。それとりあえず、あなたが信じること、皆さん、まあ、カスタマーですね、お客さんが同じことが信じること、皆さんでそういうような信者の集まりですね。っていうところ、あ、なるほどなぁと皆さん思っちゃうんですね。Here's the best part. None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology. ここはすごく面白い、ところで、心理学っていうところは、まあ、どっちかというと、その科学的に若干怪しいっていうか、なんていうの、その科学の中ですごくデータを持っていってやつとそうではないやつがあるので、生物科学と心理学どっちが信頼高いのかっていうところは、まあ、生物学の方が信頼高い。だから彼はですね、そういう人間の心理じゃなくて、やっぱりその生物レベルですね、本能レベルですね、皆さんがこういうようなふうにですね、判断するんです。なので、なぜ今までですね、こういう理解されなかったのかっていうところ、これは本能レベルだよっていう彼が言いたいわけなんですね、おそらく。Biology. If you look at a cross-section of the human brain looking from the top down, what you see is the human brain is actually broken into three major components. じゃあ、その脳の中で、まあ、酸素がありますよと。これが自分の脳臓式ですね。合ってますよと。まあ、ちょっと強引になりますけどね。That correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level. The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. まあそうですよねっていうところですね。その部分は、いや、結構言語とか、すごく、なんか、そういうような論理的にところかなり意識しているところですね。うん、そう。そうすると、そうだねっていう、皆さんもわけなんですね。The middle two sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. まあそうだねっていう。これは、リンビックブレインズ、まあ複数で言ってるんですけど、じゃあ、3つであればですよ。3つであれば、それぞれのちゃんと言葉をつけた方がいいではないかと思いますから、これはまとめて話してるので、最初に、3つで言ってるのに2つまあちょっと、と思う場合、ことがあるんですけども、まあこれはですね、すぐ飛ばすので、気にならない程度ですね。It's also responsible for all human behavior, all decision making, and it has no capacity for language. ここは重要だと。In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. なるほど。これでも3つですね。出してですね。言葉の並べ方がいいですね。でも行動しませんよと、なぜ逆だよっつって。ど真ん中ですね。行動を管理するところ、コントロールするところですね。外は、まあ、なんとなく理解できてから行動しないっていうですね。When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. You know, sometimes you can give somebody all the facts and your figures, and they say, I know what all the facts and details say, but なので、これは今までの人間の行動を説明する図だよっていうところですよね。つまり、こういう Y からやると、人間が行動しちゃうと、その後に、まあ、リックス、ヘリックスつけて、すると。でも、リックス、ヘリックスつけて、それがコアの部分に届かなかった場合は、行動はしませんよと。なので、このゴールドサークルの説明能力が非常に長けているっていうですね。
を一応これがしたよとしてるんですね。It just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart or you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here and you're そう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 。なので、こういうすごくですね、こういうような説明の仕方、なおかつですね、Y の部分で説明したときに、この Y の部分を指してるんです。ここの部分に話してるんだよっていう、明確に合図出してるっていうですね。limbic brain, the part of the brain that controls decision making and not language. But if you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, then how will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal? ここさえですね、by vote と、あとはですね、ロイヤルティの話、これも3つですね。なので、じゃあ私は分からなかったら、やばいな、と思わせるっていうところですね。And want to be a part of what it is that you do. Again, the goal is not just to sell people who need what you have. The goal is to sell to people who believe what you believe. これがその believe what you believe の部分ですね。これが2回目に登場してる。これやっぱりここも大事だよっつってですね。この what と why のやつと believe what you believe これはここでメッセージが非常に近いですよね。これやっぱりこれを理解しないといけない。The goal is not just to hire people who need a job. It's to hire people who believe what you believe. で、これは多分そのパターンが続くんですね。Buy what you believe, what you believe. Hire ですね。Hire what you believe, what you believe ですね。採用するという意味ではですね。なので、このパターンでもですね、いい感じですね。I always say that, there's if you hire people just because they can do a job, they'll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they work for you with blood and sweat and tears. And なので、そういう、やっぱり皆さんが採用するときに、その人たちが何を信じてるかと、自分の会社の価値観合ってるかどうかっていうところですね。これが大事よっていうところなので、こういうガーランサークルの説明能力が採用の時でもですね、使えるっていうところが結構伝わってますね。nowhere else is there a better example of this than with the Wright brothers. で、これがライトブラです。これが例の3つの中の3番目の例ですね。アップル話しました。ね、それからライト兄弟ですね。これから話します。で、Most people don't know about Samuel Pierpont Langley. そうですよね。彼有名、スミソニアンですね。And back in the early 20th century, the pursuit of powered man flight was like the .com of the day. Everybody was trying it. And Samuel Pierpont Langley had what we assume to be the recipe for success. レシピこのレシピの、成功へのレシピは何だろうっていうですね。何だろう I mean, even now, you ask people, why did your product or why did your company fail? And people always give you the same permutation of the same three things. では、3つの法則が登場するんですね。Undercapitalized, the wrong people, bad market conditions. つまりお金と人と市場ですね。これでもその3つの法則で出てるっていうところもなので、すごくいろんなことを説明するのに、まとめて話してるっていうところが分かりやすいので、皆さん聞いてですね、スッと入ってきます。It's always the same three things. So let's explore that. Samuel Pierpont Langley was given $50,000 by the War Department to figure out this flying machine. Money was no problem. He held a seat at Harvard and worked at the Smithsonian and was extremely well connected. He knew all the big minds of the day. He hired the best minds money could find, and the market conditions were fantastic. ということは、じゃあ3つが揃ってますよと。じゃあ揃ってるのに彼はなぜできなかったかっていうところになると、そう考えると自然的に Y の部分が欠けてるっていうこと。The New York Times followed him around everywhere, and everyone was rooting for Langley. 全員が応援してるっていうですね。
一方ですね、これがライトブラザーが対照的になります。まあ、普通の話し方だとそうなるんですよ。まあ、それを無理くりしてもですね。And how come we've never heard of Samuel Pierpont Langley? なんでだろうってさ、全部ね、揃ってるのにっていう、実際ですね、検索してみればですね、これはどういうインストですね、かっていうところすぐ調べられます。A few hundred miles away in Dayton, Ohio, Orville and Wilbur write. They had none of what we consider to be the recipe for success. They had なんで、とりあえず皆さんがこの予想、なんていうところが、お金がないってですね、お金がなくて、no money. They paid for their dream with the proceeds from their bicycle shop. Not a single person on the Wright brothers team had a college education. 大学ですね、なかったっていう。別にこの辺に関してはですね、新しい機会なんで、大学あってもなくても、発明するのそれに必要なのっていうところはあるんですけど、これはやっぱりその対照的ですね。ハーバード大学出身の方と、高校卒の方ですね。Not even Orville or Wilbur. And the New York Times followed them around nowhere. つまりですね、PR が受けてないので、彼が、その飛行機を開発してもですね、それを作ってるのに誰も知れないので、その市場の状況が良くない。結構その売り込むためが大変だよっていうところ。それは多分聴取の人たちはどっちかというと起業家ばっかりなんで、ここだけで伝えば分かるっていう話ですね。The difference was Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief. They believed that if they could figure out this flying machine, it'll change the course of the world. 彼が信念を持ってます。そうすると、そのランリーの人は、そういう信念持ってないよって。その名分大義は彼にはないよって。そういう違いがありますっていうですね。そうすると、じゃあ皆さんも、自分たちのなぜの部分が何だろうっていうところを考えさせるんですね。Samuel Pierpont Langley was different. He wanted to be rich and he wanted to be famous. で、ここの部分、別に、なんていうね、お金欲しいっていうですね。そして有名になって、それで十分なことじゃないですかっていう、多分人によっては多分そう思うんですよね。結構それだけでですね、大統領になったりとかですね、俳優さんになったりするんですけど、でも、これはシナイメン・セネックによく違うよっつってね。He was in pursuit of the result. He was in pursuit of the riches. And lo and behold, look what happened. The people who believed in the Wright brothers' dream worked with them with blood and sweat and tears. The others just worked for the paycheck. その違い、やっぱりそのライト兄弟はやっぱりすごく一生懸命やってきたっていうところですね。で、ラングリーはそういう、大義がなかったから、皆さんね、作業人としてやってくれたっていうところなんで、その違いで、さですね、あったっていうところですね。で、それが、とりあえずこの例では、証明されてますね。他の例はどうなってるかっていうところは、その辺ですね。このスピーチの中にないんですけど。でも、これ読みにすごい、そうだってですね、思うわけですよね。And they tell stories of how every time the Wright brothers went out, they would have to take 5 sets of parts because that's how many times they would crash before they came in for supper. なので、これはすごくですね、熱心っていうところをですね、言う例ですね。何人とかその他に人ですね、どのぐらい熱心だったのかっていうところも気になりますけどね。And eventually, on December 17th, 1903, the Wright brothers took flight. なんかその飛行機の音が偶然かもしれませんけど、そういったのが聞こえるんですね。And no one was there to even experience it. We found out about it a few days later. And further proof that Langley was motivated by the wrong thing,
The day the Wright brothers took flight, he quit. ということは、ランゴイはそういう、信念がないから、どっちか言うとそのお金とか有名なことをばっかり考えた人間だから、多分そこから別のことをやろうとしてる。別にね、飛行機の発明はどうでもいい。とりあえずそこじゃなくて、それを先に人がやってしまった別のことをやろうとしてる。結局何がどうだったかっていうところは、気になるんですけどね。最終的にそういう Y の部分をすごくね、こだわったライト兄弟とランゴイはどういうような運命だったのか、ライト兄弟ですね。どういうような運命最終的になったのかっていうところは、知りたいわけなんですけど、こういうような話ですね。サイモン・セネックにとっては語らないんですけどね。でも、それは詳細は。He could have said, "That's an amazing discovery, guys. Now we'll improve upon your technology." But he didn't. He wasn't first. He didn't get rich. He didn't get famous. So he quit. これ3つまで出ていますね。ファーストですね。お金持ちと有名ですね。これでやっぱりですね、いいんですよ。このまとめの方ですね。People don't buy what you do, they buy why you do it. それが3回目で出ていますね。これいいね。こういうのはすごくわかりやすい。And if you talk about what you believe, you will attract those who believe what you believe. Well, why is it important to attract those who believe what you believe? で、次の話は来ます。なぜそういう人は集まらないといけないんですか？ Something called the law of diffusion of innovation. And if you don't know the law, you definitely know the terminology. 大体、特にこの集まりだと、こういうような話は皆さんわかるっていう話なの。これ、わかりやすい事例が出てきますね。The first 2.5% of our population are our innovators. The next 13.5% of our population are our early adopters. The next 34% are your early majority, your late majority, and your laggards. 大体この話は、いろんな起業家とかビジネス書出る話ですと。じゃあ、この例が一番最初のゴールデンサークルどういうふうにつながっているのか、多分皆さんこれから気になるんですよね。The only reason these people buy touch-tone phones is because you can't buy rotary phones anymore. だいぶフリーのスピーチなんで、タッチトーンフォンってどういうやつなのかないんですかね。みんなスマホですね。We all sit at various places at various times on the scale, but what the law of diffusion of innovation tells us is that if you want mass market success or mass market acceptance of an idea, you cannot have it until you achieve this tipping point between 15 and 18% market penetration, and then the system tips. ということは、やっぱりこっちにギャップを飛ばすためにどうやって飛ばするのかですね。ちゃんとそういう、多数ですね。集まるためには、こういうようなですね、ゴールデンサークルを使わないといけないよ。例えばこれから説明していきますね。And I love asking businesses, what's your conversion on new business? And they love to tell you, oh, it's about 10% proudly. Well, you can trip over 10% of the customers. We all have about 10% who just get it. That's how we describe them, right? That's like that gut feeling. Oh, they just get it. The problem is how do you find the ones that just get it before you're doing business with them? つまりですね、その最初の人たちはとりあえず直感で買ってくれるんですけども、そうすると、じゃあ直感で分かってない人はどうやって集まるのか、やっぱりそのビジネス成功したいんだったらどうすればいいのかですね。Versus the ones who don't get it. So it's this here, this little gap that you have to close, as Jeffrey Moore calls it, crossing the chasm. Because you see, the early majority will not try something until someone else has tried it first. ということはですね、他に人がトライしないとやれないっていうですね、このearly majorityですね。じゃあどうすればいいのかというようなことです。大体答えは見えてくるでしょう。And these guys, the innovators and the early adopters, they're comfortable making those gut decisions. They're more comfortable making those intuitive decisions that are driven by what they believe about the world.
and not just what product is available. まあ、そうですね。皆さんがやっぱり直感でですね、自分で信じることと、その会社が出していること、そうね。ですね。で、またアップルの話が出てきます。だからその3つの例のアップルがこれが3回目ですね。登場してですね。These are the people who stood online for 6 hours to buy an iPhone when they first came out, when you could have just walked into the store the next week and bought one off the shelf. These are the people who spent $40,000 on flat screen TVs when they first came out, even though the technology was substandard. And by the way, they didn't do it because the technology was so great. They did it for themselves. っていう、これも一つのコンセプトが出てきましたね。自分たちでやってる。っていうのは、自分たちがこう信じてからやってるっていう話ですね。で、やっぱりそのゴールデンサークルの中で、そういう、they don't buy what you sell, they buy what you believe. それはやっぱりその、同じような信じる人たち。自分はこう信じます。だからこうやってます。で皆さん、同じですね。同じような価値観ですね。同じことを信じてるから、それを支持します。だから買いますですね。It's because they wanted to be first. People don't buy what you do, they buy why you do it. And これもよく出て、すごくいいですね。いいフレーズですね。what you do simply proves what you believe. つまり、こういう行動で自分がこういうような価値観だよ、こういう人だよっていうところですね。なので、そう証明するときに人間が行動しちゃうと、こう買うんですよ。私はこういうようなですね、価値観があるんだよってですね。In fact, people will do the things that prove what they believe. The reason that person bought the iPhone in the first 6 hours or stood in line for 6 hours was because of what they believed about the world and how they wanted everybody to see them. つまりその会社アップルが Think Different だから、皆さんも、私は同じ Think Different だから、それを他に人に見せるために iPhone 買って、私は iPhone ユーザーなんだってですね。私はそれですね、Think Different だから皆さんそれを分かるようにですね、表現したい人間っていうですね、そういう心理の基づいて、サイモン・シネックがおっしゃってるんですね。They were first. People don't buy what you do, they buy why you do it. また登場するんですね。ここですごくですね、こういうようなキーフレーズの繰り返しですね。非常に大事ですね。注目なのか分かりやすいですね。So let me give you a famous example, a famous failure and a famous success of the law of diffusion of innovation. まずですね、これからですね、2つで紹介すると。今まではだいたい3つ結構出してるんですけど、これが2つと4つと。成功と失敗。この成功の例が、この最初に事例ですね。そのアップル・マーティン・ルーター・キングと、これをライト・ドラッグの中の一つが、紹介するんですね。First, the famous failure. It's a commercial example. As we said, わざとコマーシャルエグザンプルっていうのは、その成功が多分コマーシャルではないっていうところですね。会社ではないっていう。なので、じゃあ成功がどういうようなやつだろうね。said before a second ago, the recipe for success is money and the right people and the right marketing conditions, right? You should have success. これがコールバックですね。前説明したようにですね、その実際に成功するためにはですね、やっぱりこの3つのリソースを取らないといけないよっていうですね。Success then. Look at TiVo. From the time TiVo came out about 8 or 9 years ago to this current day, they are the single highest quality product on the market. これその歴史の中ですね。品質が良くてもそれでね、成功するわけではないんですよ。これもベータマックスと VHS の歴史の話もそうだし、TiVoもですね、同じような運命だったっていうですね。Hands down, there is no dispute. They were extremely well funded. Market conditions were fantastic. I mean, we use TiVo as a verb. I TiVo stuff on my piece of junk Time Warner DVR all the time. 彼は一応お金とそして市場の状況がすごく作れてるっていうところで、直接、そのもう一つですね、
人材が豊富。多分人材がいいから、質がいいものを作れてる。これはちょっとですね、紐をつけるんだったら、この辺でもうまく紐をつけたらいいなと思いますけど、大体多分皆さんがとりあえずフォローができると思いますけど。But TiVo is a commercial failure. They've never made money. ということは、やっぱりこの3つ揃ったんだけど、これでもうまくいきませんでしたって。なので、それが、ライト兄弟の話、つまりレンゲも同じようにですね、揃ってるんだけど、この TiVo もそうだよっつって。だからその、発明のもそうだし、ビジネスもそうだよってですね。And when they went IPO, their stock was at about $30 or $40 and then plummeted, and it's never traded above 10. In fact, I don't think it's even traded above 6, except for a couple of little spikes. ということは、クズのように株になっちゃったという。つまり、これ3つが揃ってますよ。揃ってもですね、株があまり上がらないよって、ビジネスに成功しませんよとかですね。こういうの例も出してるっていうですね。Because you see, when TiVo launched their product, they told us all what they had. They said, we have a product that pauses live TV, skips commercials, rewinds live TV, and memorizes your viewing habits without you even asking. And the cynical majority said, we don't believe you. ということですね。こういうような TiVo の、失敗例は、そのゴールデンサークルの中で、そういうWhat の部分を先で走ってしまったので、ダメだよってですね。で、信じられないし。We don't need it. We don't like it. You're scaring us. この前の4つですね。さっきの4つ、今回の4つっていうところなんですけど、これちょっと惜しいなって思いますね。What if they had said, if you're the kind of person who likes to have total control over every aspect of your life, boy, do we have a product for you. つまり、こういうような価値観ですね。すべてのですね、自分、やっぱり自由だっていうですね、コントロール欲しいだっていうところがあるので、いいプロダクトがありますよと。賛成。It pauses live TV, skips commercials, memorizes your viewing habits, etc., etc. そうです。今回、3つで出してますね。いいですね。People don't buy what you do, they buy why you do it, and what 何回も出てますね、これ。you do simply serves as the proof of what you believe. Now let me give you a successful example. じゃあ、これから成功事例ができますね。なので、やっぱりこの TiVo はやっぱり Apple と対照的ですね。Of the law of diffusion of innovation. In the summer of 1963, 250,000 people showed up on the mall in Washington to hear Dr. King speak. 今までこのスピーチに登場しなかった例が、マーティン・ルーザー・キングがいきなり登場すると。これすごくいいですね。だって一番最初はアップルとマーティン・ルーザー・キングと兄弟、ライト兄弟、この3つ並んでですね。で、最初はアップルとライト兄弟が出て、なんで今までは出てないのが、マーティン・ルーザー・キング。きちんとですね、彼がスピーチを設計して、その3つのを選んで、で、それぞれを使うっていうですね。じゃあ、キング牧師ですね。なぜその人が集まってるんだろうって話ですね。理由は皆さんが分かると思います。They sent out no invitations, and there was no website to check the date. How do you do that? 多分皆さんもそうですよね。今のネット時代で、ウェブサイトもないし、メールもないし、どうしたんだろう、掲示板もないしね。特にですね、多分今の2020年のもっと分かりにくいですよね。どうだったんだろう。でも、これから回答で出てきます。Well, Dr. King wasn't the only man in America who was a great orator. He wasn't the only man in America who suffered in a pre-civil rights America. In fact, some of his ideas were bad.
この辺は、彼はすごくなんかいい人、でも、良くないアイディア持ってたんだ。多分今までの世代だと、多分それはわからないと思いますけど、今、キングバックってどういうような人物なのかっていうところは、多分あまり詳しく、わからないんですけど、でもこの辺だと、なんか、どういうアイディアが良くなかったかっていうところ、ちょっと疑問作っちゃってるんですけど、多分おそらく書いてほしいないですね。これは、なぜそれを出したよって言って分かるんですけども、他に人いましたよって言ってですね。他に人がいましたのになぜこのキングバックが、そういったたくさんの活動家の中で、ポンとリーダーになったのかっていうですね。But he had a gift. He didn't go around telling people what needed to change in America. He went around and told people what he believed. What he believed っていうところ、why の部分ですね。これなぜこうですね、こういう信じてることですね、こういう価値観っていうところを何回も繰り返して、それが大事よと。具体的に何をやるかよりもですね。I believe, I believe, I believe, he told people. And people who believed what he believed took his cause and they made it their own, and they told people. つまりこういうことを信じると。believe の3回言っちゃったんですけど、こういうすごくですね、共感しやすいですね。プランを出してしまうと、細かいところでいろいろ反対っていうか疑問とか出てくるので、そういう一番共有しやすい、一番共感しやすいはやっぱりその信念の部分なんで、これをばっかり言ってしまうと人が集まるんだよっていうはシャイムスネックの理論ですね。And some of those people created structures to get the word out to even more people. And lo and behold, 250,000 people showed up on the right day, on the right time to hear him speak. つまりですね、こういうキング牧師、マーティン・ルーター・キングが、自分が何を信じてるかっていうばっかり言って、そしてそれを賛同する人がきちんとですね、人を呼ぶ組織を作ってくれたってですね。っていうことになりますね。How many of them showed up for him? ここ面白いですね。これは彼のために行ったのか。Zero. ゼロなの皆様それ聞いて、そうなのなんでさっきの話ですね。わかるようにですね。価値観の話です。They showed up for themselves. 自分たちで、自分たちの価値観をとりあえずですね、表現するために行ったってですね。これは一番最初ですね。アップルのところで、アップルがこういうような価値観がありますよと、こういうことを信じますと。で、それを賛同する人が、そのアップルの商品買ってですね、そして私はこういうような人間だよって、こういうような考えってあるんだよと。ですね、それを皆さん分かるようにですね、商品買ってると同じようなですね、原理で動いてるっていうところですね。It's what they believed about America that got them to travel on a bus for 8 hours to stand in the sun in Washington in the middle of August. It's what they believed, and it wasn't about black versus white. これ面白いですね。そういう、普通だったら人権の活動家っていうところを、その当時ですね、やっぱりどちらかというと黒人だっていう話なんだけど、彼が言ったように、黒人のためっていうことだけではなく、皆さんが何を信じて参加したかっていうところ。25% of the audience was white. なので、25% の白人だよっつって、そうなんだ。じゃあ、そういう、黒人の人権っていうところは、そこの黒人のためのものだけではなく、みんなさんのために、やっぱりみんなさんが、そういうような牧師が、出してる信念を賛同してるからですね。それはですね、肌に色をかけなくてですね、
信念が皆さん一致してるからですね。Dr. King believed that there are two types of laws in this world, those that are made by a higher authority and those that are made by man. And not until all the laws that are made by man are consistent with the laws that are made by the higher authority will we live in a just world. It just so happens that the civil rights movement was the perfect thing to help him bring his cause to life. だからこれすごく綺麗にですね、表現されてるっていうところですね。なぜの部分がやっぱり神様の方と、人間の方、その違いはやっぱり神様が、牧師だからですね。牧師だから、そういういろんな話、そして皆さんがどっちがアメリカ人なんで、大体宗教の話は全然通じますっていうところなんですけど、すごく納得があるんですよね。この牧師がやっぱりY の部分をしっかりして抑えて、そしてその信念から具体的にどういうところに終わらせるのか、それはそういう人権活動ですね。We followed him not for him, but for ourselves. And by the way, he gave the I have a dream speech, not the I have a plan speech. これすごく対照的ですね。I have a dream というのは夢があるっていうところは、Y の部分と私のプランがあるって、これが What の部分ですね。Listen to politicians now with their comprehensive 12-point plans. They're not inspiring anybody. それはちょっとですね、愚痴ですね。基本的にですね、計画だけを語ってしまうと、How の部分なんで、あまりインスパイアされないよですね。Because there are leaders and there are those who lead. すごく面白いですよね。何が違うというと、リーダーとリードする人の違いがありますよと。これはどっちかというとですね、これから説明していきます。Leaders hold a position of power or authority, but those who lead inspire us. つまり立場的な権力が他に人を動かせるか、その違いですよ。って言ってですね。で、そうすると、じゃあ具体的にはっていうところになります。事例が欲しいんですよね、これから。Whether they're individuals or organizations, we follow those who lead not because we have to, but because we want to. で、この want to の部分は、やっぱり価値観だよっつって多分つながってきますね。We follow those who lead not for them, but for ourselves. 繰り返しています。And it's those who start with why that have the ability to inspire those around them or find others who inspire them. なので、人をエゴすために、やっぱりどっちかというと、why の部分ですね。これ、はっきり言わないと人が動けないよって。権利の問題じゃないです。Thank you very much. で、すごいですね。サイモン・スネックの話はきれいにまとめているんですね。最初は、アップルとキング牧師と兄弟、ですね、ライト兄弟を最初に出して、そしてそこからゴールデンサークルを説明しますよと。で、ゴールデンサークルを分かりやすく、説明するために、みんな知ってるのアップル社の事例を出すと。で、これを出すときに、アップルの悪い例、そして良い例をとりあえず用意して、そうすると、なるほどなっていうところです。で、その話すると、このゴールデンサークルはどういうふうに活用すればいいのか、一応ですね、分かってる。じゃあ、こういうですね、Y の部分から言わないといけないんだけど、どういうような場面で活用できるのかと考えたときに、彼が出したのは、そのイノベーションの普及のところ。で、その普及のところは、やっぱり人集まるためですね、一つ買ってくれるために、やっぱり自分がこういうような信念を伝えないと、その 10% のチャーズンのギャップはそこまで超えられないよと
人がどんどん入ってこないからですね。なので自分が何のためにやるのかっていうところですね。OK、分かったっていうところです。すごくですね、構成的にはすごくいいっていうところですね。で、最後ですね、綺麗にですね、綺麗にそのビジネスの話だけではなく、やっぱりその活動家の話でもつながっています。なので、この話は、なぜそう人気なのかっていうところは、そのビジネスばっかりの話ではないからですね。ビジネスとか、そういうなんかやりたいことがあれば、人と集まりたいとか、コミュニティを作りたいとか、そういうようなためのスピーチになっているので、すごくですね、皆さんが共感できる中身なんです。で、なおかつ、彼は何回もキーワードですね、キーフレーズを繰り返している。で、そして、3つの法則は何回も使っているので、非常にですね、スピーチとして、すごく参考になります。ね、別にですね、デザインがいい資料とかですね、すごくいい質がいいマイクとか、それともですね、別にテールステージですね、立てなくてもですね、これがテレックスのところですね、からですね、かなりですね、頑張ればですね、ちゃんと信念持てばですね、有名になると思います。ぜひぜひですね、別の、スピーチの解説で